さがまちまちっつうことは上を平らにする、もう最初からもうぴっしりっつうのはそういうあんまり考え方を持たずにこれはもうやめろって言うんですよね。四つ目字。おはようございます。はいはい。はいはい。そうですね、今結構ランバリっつうのが種類も数多く、今風の建物、そういうものにおいては非常に合う素材だと思います。なんか手軽に、貼れるという感じですね、今。はい。わかりました。よろしくお願いいたします。うん。貼り付けるのと。はい。一応ですね、床に貼るっていうのは、ほら、指辺にちょって書きまして、貼る。で、壁にこう貼り付ける、紙に貼り付ける、階に線書いて、そっちに貼り。建物屋さんは壁に、建物の貼る、そう装飾的に。ブームの時にはホームセンターさんにも売ってましたけども、今はちょっとわりかし少なくなってる。今はもうほとんどネットで買えますから、ネットではもう3平米ずつぐらい買って小分けで持ってきてもらえるという形であるから、ネットだといろんな色合いとかバリエーションも出てますから選ぶことができると思います。だからメリットっていうのがやはり明るくなるっていう部分と、それちょっと1、2枚でもアクセントになるんで、少数の面積だけでもポイントにもなると。植物なんかでも花なんかには非常に相性がいいような色合いです。はい。同じ貼るのでも鑑賞用と、見るだけ、それと実用面、そこに乗ったり、そういうものによってちょっと石を若干変えてます。石の質、それは何かというと、柔らかい砂岩系か、こういう石英が入ってるちょっと固めのやつとか、こういう玄武岩系とか、それやっぱり用途によって変えてます。そうですね、これが今石英がこう入ってるやつ、このギラギラ光がこうやってあるんです。だからこれが石英、こう光ってる部分が石英関係。なんでこれを使ってるかというと、今の現代の建物とか非常に合うという、結構意外と加工もしやすい。水に当たるとまたちょっと色の変化もあるんで、表現によって色を選んでますということで使ってます。これは違った種類ですね。日本でも鉄平石とかのはこの石の材質で丹波石とか、大体今まで日本の産出で使ってたのはランバリっつうとこんなような感じが多かったんです。そうそう。だから今まではどうしてもこれっかないんで、これを使ってきたってことですね。
今までの日本の庭園で延べ段とかなんかっつうのは大体こっち側の色合いのやつでしたね。こういう感じのを使うと和っぽくイメージにはなる。だから乱張りというのは同じ色合いでも厚みが全部まちまちで、だからそれで高さを合わせるということになるとちょっと難しい。貼るということになると一般の方でも貼ることができます、簡単に。はい、全然できます。乱張りを貼る厚さがまちまちっていうことは、上を平らにするということになると、下はモルタル石の厚みもありますから3センチぐらい引いて、それで高さを合わせていく、これが一般的な方法です。で厚みが違うけば当然叩いて、とにかく厚みを、もう本当にあんまり切りにしたら切りがないんで、手と手でこうやって平らな感覚を貼っていけば、もう最初からもう水平器使ってぴっしりっつうのは一般の方そういうあんまり考え方を持たずに貼っていく、これがまず貼り方だから、やっぱし欄形なんでこうまちまち形が、そうしますと例えばこの角があるところに貼っていくということであれば、石の中からその角に合ったものをまず選んでおきます。でそれをないからっつって叩いてっていうことになると、これはもうまたプロの技が必要になってきます。結構造園的には自然のままの組み合わせ、形を組み合わせていくっていうのが非常に表現で面白いんで、例えばこれを角に置きます。じゃあ次手に取ったものを、じゃあこれも角出てる、なんかここが合いそうだな、こういう形でとにかく手に取ったもので合うとこにこうやって1個ここに置くと、これ12345面あったらどっか同じような近くで置いて、ここがあればここが合いそうだからで、その場合この目地がきちっと同じ寸法なんてもう全然、これやるのはプロでも表現方法だから私はあんまり好んでないんです。これをピシッとやったら全部貼ったら同じ面になっちゃって、何もこれ貼んなくていいじゃないかと。だから面白みがない。やっぱしこういうまちまちなこの乱張りという暴れた自然の形を生かしていくなら、それが乱張りの私良さだと思ってるんで、もっと極端な話、よくこれはやめろって言うんですよね。こうやって四つ目地、なぜかというと、これがずっと続くとこのラインが目地がずっと出ちゃうんです。途中でこの目地を切るみたいな、これ止めるという形を取る。非常に平面数的にもっとこの乱張りを生かすとしたら、もう大雑把に置いて、ここに砂利を埋めていく。そうすると
結構無駄なく石を使っていきます。またここで色合いを出せるんで変化が出る。そうですね。できれば最初に自分たちでやろうと思ったらそっちの方のは楽しみ。ある程度こうやってピシッという目地をこうやるとなると、そこの中で石屋さんとしての道具も必要になってくるし、ある程度こう大中小って分けちゃって、でこれがちっちゃいのとしたらこれが大きいのとしたら3つぐらいに分けて、大きいのをまずポイントにポンポンって2つ置いて、で次中くらいのをこうやって組み合わせてこうやってで最後ちっちゃいやつがどこでも入るんでこうやって組み合わせた形で。そうですね。だから実表面と例えば干渉面、ただ遠くで見て石っつったらもう何も土の上に砂をまいて置いて干渉用にこの石を使うっつったらそうやって置けますし、だから目地も今目地材っていうのがありますから、色を変えたいということであれば目地材はもうグレーと濃淡と白あります。一般的には目地は灰色と白2色、もしくはもうモルタルでも別に構えないです。目地材を使わずにセメントだけ水で溶いてトロって言うんですけど、ドロドロにしたやつをケーキ用の生クリーム作る時ありますよね。あれでジューッと目地をこう入れてっても平気です。そういう方法もあります。他にはこの薄さ小さくなったら小刃積みっていう、こうやってこういう感じでこういうそうだからそれは新しいのじゃなくて終わったやつとか余ったちっちゃいやつでここを見せる表現で、それで積んでいくとまたちょっと階段のステップとかそういう部分は割ったやつそういうので使っている。で逆にもう一つずつの飛び石風に土間の中にこうやってポンポンポンと柄として使えます。コンクリートバーって打った時にポンポンと置くだけでもアクセントになると。であと、ポイント的にこういう壁にこのポンと貼るという形で使ったりはしてます。壁に貼る場合にはコンクリートボンド、そういう素材が接着素材がすごいいいのがホームセンターありますから、全面ペタッとつけなくても何点かつけて薄いやつだったら貼り付ける、そういうこともできます。であとは圧着貼るモルタル系もありますし、これは大体ホームセンターで売ってますから、相談されると購入ができます。全然平気ですね。一回とにかくラフにやって気楽に貼って、そうすれば絶対自分で経験値で学ぶことができますから、覚えれば皆さんも貼れますから、ぜひやってください。結構広がります。これ一つ和っぽいのに苔を一つ置くとまた違ってきますし、これ式台として置いてそこにお花を花瓶を置いて、それだけでも植物のが全然引き立ってきますし、楽しんでいただければと思います。じゃあ今日は一応蘭系の石ということで
これで終わらさせていただきます。ありがとうございました。